問題 A。人の名字と名前が入力される。名字の後にスペースと3をつけて出力しろ。さすがに、言われた通りやるとしか言えないよ。問題 B。ある会社の拠点が世界中にある。各拠点の在籍人数と、世界標準時との時差が整数として入力される。どの拠点も、現地での9時から18時まで営業する。1時間のオンライン会議を開くと、最大何人が参加できるか？時差が整数時間なら、ロンドン時間で0時スタート、1時スタート、23時スタートの24通りだけ考えればよくて、実際に開いてみて一番多かったのを採用するよ。問題 C。白黒に塗られたマス目がある。縦か横か斜めに接する2つの黒マスは、繋がっているとみなす。黒マスの連結成分。塊は何個あるか？この辺りからは、時間に気をつけろ。黒マスを見つけるたびに、それとくっついている黒マスを白に塗れば、黒マスを見つけた回数が答え。ユニオンファインドっていうデータ構造を使う手もあるぜ。問題 D。的当てをする。それぞれの的は一定時刻に出現し、一定時間後に消える。弾は1秒に一発撃てて、一瞬で的に当たる。的が現れた瞬間や消える瞬間にも撃てる。最大で何個の的を撃てるか？賞味期限が近いのから食べる。って感じだよね。言葉だとそれで終わりだが、実装には優先度付き9あたりが必要で、的がなくなって暇な時間は飛ばす必要もあるぜ。問題 E。都市1から都市 N まで行きたい。車と電車が使える。ただし電車に乗ったらもう車は使えない。最短で何分かかる？車から電車への乗り換えは1回だけだから、迷うのはどこで乗り換えるかだけで、これは全部試すよ。あとは車でスタートからそこまで最速で行って、電車でそこからゴールまで最速で行くだけ。電車についてはゴールから見ればいいね。今回は2乗の方のダイツストラ4でいいぜ。問題 F。工場のいくつかの区間をセンサーで監視したい。センサーは2種類あり、監視できる区間の長さ、1個あたりの価格、変える個数が決まっている。一つの区間を複数のセンサーに分担させても、監視区間がはみ出てもいい。全区間を監視するために必要な最小金額は？これは例の動的計画法だね。普通にやると、アイコメまでの区間を赤 J コと青 K コでカバーできる？あ、間に合わない。いや、個数を両方とも覚えておく必要はなくて、片方の最小値をテーブルの値に入れれば間に合うね。問題 G。文字列と整数形がある。文字列の中の OF と、その直後の0文字以上形文字以下を消す。という操作を繰り返すと、最終結果は最小で何文字？これも動的計画法だね。その文字列の途中から途中までがあったとして、その部分をどれだけ短くできるか考えるよ。まず、最初の文字に触らない選択肢があって、この時は簡単。最初の文字に触る時は、そのオードの F と同時に消すか全部試す暇があるね。以上、ご視聴ありがとうございました。